はいどうも、田んぼうです。今回は虫食いと進出のポーションだけで動く切り替え型シルバーフィッシュ経験値トラップを作っていきたいと思います。特徴1、アレイのダメージをマグマブロックでコントロールすることで火打ち石や水のスプラッシュポーションが不要に、必要なものは虫食いと進出のポーションだけという使い勝手の良い設計になっています。特徴2、面倒な操作を全て自動化。経験値モード時は虫食いポーションの出力、アレイへのダメージ付与、ピストラの稼働、アレイが倒されないようにダメージを停止、ピストラの停止。スライムモードに切り替えれば重たくならない程度にシルバーフィッシュを貯めて進出のスプラッシュポーションの出力、スライム処理層へ落下させスライムボールは地上まで運びます。プレイヤーはモードを選択してボタンを押すだけなので楽ちんです。特徴3、一度の起動でレベル35前後、スライムモード時はスライムブロックが1000個前後入手可能。アレイを守り重たくならない程度に調整しつつ最大限効率を高めています。埋め込みタイプで平面フラットに仕上げていますので景観を損なうこともないと思います。ぜひ参考にしてくださいね。では作り方です。今回必要な材料はこちら。重たくならないようにアレイは2匹、トライデントは4本あると効率が上がります。進出、虫食いのスプラッシュポーションは動作確認用にそれぞれ10個程度あると良いかなと思います。糸は焚き火の煙消しに使うのでなくても大丈夫。ガラスは役割別に色ガラスを使っていますが全部普通のガラスでも大丈夫です。魂の焚き火は普通の焚き火でも OK。 トラップドアは見た目で分けているだけなので1種類でも大丈夫です。腐った肉はタイマー回路用なので他の1スタック64個になるアイテムなら何でも OK。 下にあるのは装飾に使ったアイテムです。こちらも他のブロックでも大丈夫です。ではまずは石レンガを使ってチャンクの角の特定をし 10×10 でこのように印をつけます。今回の装置は誤作動防止のために念のために1チャンク内に収まるように作っていきます。まずは X 座標と Z 座標が16で割り切れる場所を探して石レンガを置いて、石レンガの模様が T の文字になるように方向を変えます。次に石レンガから2マス開けて3マス目から12345678910と掘り、今度はこちら側に234567890と掘ります。一旦こんな感じですね。次は今つけた目印を基準に 10×10 のサイズにしていきます。ここからこんな感じでつないで、あとは内側を掘っていきましょう。次は今作った 10×10 の目印を基準に深さ6マスになるようにさらに掘り下げていきます。ここから23456マス、あとは同じ深さにしていきましょう。はい OK。 次は2マス内側に 6×6 のサイズで一旦掘ります。まずは角から2マス内側行ったところに目印をつけていきますね。あとはこれを基準に 6×6 にしていきましょう。次は今つけた目印をさらに4マス掘り下げて深さ5マスにしていきます。ここからダーッと4マス掘り下げていきましょう。ではここで確認しておきましょう。地上の高さは現在は Y71 ですね。その下は6マス下の Y65、 さらに下は5マス下の Y60、 深さ6マスと深さ5マスになっていることをしっかり確認しておいてくださいね。ではここからはスライム処理層を作っていきます。まずはこのようにホッパーを敷き詰めましょう。ホッパーの向きはこちら、向きに注意です。まずは現在の向きをチェック。北向きですね。この状態で下へ降りていって180度回転。ではこの中央2マス部分に横向きホッパーを置いていきましょう。ここから12345個向きをチェックします。次はここから同じく6個置いていきます。次はこのホッパーの側面から横向きホッパーをポンポン、あとは同じ要領で横向きホッパーを置いていきます。片方ができたらもう片方も同じようにこんな感じで置いていってください。はい OK。 では視点を変更して続けます。次はこのように手前に7マス掘って曲げて3マス掘り回路を置く空間を作ります。まずは向きを確認。北向きですね。この状態で降りていって180度回転。掘り始めるのはここから、この大きさで1マス奥に掘ります。あとは奥にもう6マス掘り進めていきましょう。掘り終わったら念のために確認。1234567マスですね。次は奥の右側を123と掘ってください。ここまでできたらここまで掘ったところをさらに1マス掘り下げていきましょう。次はドロッパーとホッパーをこのように設置します。ドロッパーの向きは上向き、ホッパーの向きはこちらです。ではまずはここから数えて12345マス目、ここに上向きのドロッパーを設置。こちらにも同じように置きます。次はドロッパーの側面からホッパーを1234と置きつなぎます。こちらも同じように置いてください。
次は回路です。コンパレーター、不等化ブロック、ダスト、リピーターをこのように設置します。コンパレーターの向きはこちら、リピーターの向きはこちら。このコンパレーターはモードを変更する点に注意です。まずはこの向きでドロッパーの横にコンパレーターをポンポン。次にこの位置に不等化ブロックを置いてこの位置にダスト。次はこの向きでリピーターを設置。その先にコンパレーターを置いてモードを変更します。あとはダストをポンポンポンと置いてクロック回路にしたら、こことここにも置いてドロッパーにつなぎましょう。ここまでできたら一旦動作テストです。1スタックほどアイテムを準備してホッパーの床の左端に1個ずつ計6個アイテムを入れてみます。こんな感じでホッパーに1つずつ入れていきましょう。するとこのように片方のドロッパーから吐き出されるので6個流れてきたかチェックします。はい、1スタックに戻ったので6個流れてきてますね。では今度は反対側の右側の端のホッパーに同じように1つずつアイテムを入れていきましょう。入れ終わったらドロッパーから吐き出されたアイテム数を確認。はい、こちらも OK ですね。このように動いていれば OK です。このチェックは必ず行ってくださいね。次はホッパーの上にこのように魂の焚き火と糸を置いていきます。ここで置く魂の焚き火は普通の焚き火でも OK。糸も煙を消すためだけに置くので気にならなければ置かなくても大丈夫です。まずは左2列から置いていきます。こんな感じでしゃがみながらホッパーの上に置いて糸をポンポンと焚き火の上に2つ置き煙を消します。あとは同じように糸を置いていきましょう。できたら同じ要領でもう1列置いていきます。はい、左2列は OK。 では右側も同じように2列焚き火と糸を置いていきましょう。あとは奥から同じように焚き火と糸を置いていきます。はい、ここまで置ければ OK です。次は掘った横穴を塞いでドロッパーの上にガラスを置きながら地上に登っていきます。でまずはここから穴を塞いでいきます。ここはガラスなどを使うとシルバーフィッシュやスライムがはみ出しやすくなるので石などの不等化ブロックで埋めていってください。はい、まずはドロッパーの手前までこんな感じで埋めました。次は回路の上の空間も埋めてしまいます。こんな感じで回路の上2マスの空間を埋めていきましょう。はい、ここまで埋めてドロッパー2つだけの状態にしたら、ここからはドロッパーの上をこんな感じで掘ってドロッパー2つの上にガラスを置きながら登っていきます。登っている途中横に穴が開いてしまっている箇所がもしあった場合はスライムボールがそこから横に抜け出てしまうので必ず穴を塞いでくださいね。はい、このように地上までガラスを置けたら OK です。ではここで動作テストです。焚き火の床の左側にアイテムを投げ入れるとこのように左のドロッパーからアイテムが上がってきて、右側に投げ入れると右のドロッパーからアイテムが上がってくるので確認しておいてくださいね。これでスライム処理層の完成です。次はシルバーフィッシュを穴に落とす仕組みを作っていきましょう。まずは不等化ブロックを6個ずつこのように風車型に設置します。ここも向きが重要です。必ず先に向きを確認してくださいね。まずは向きを確認。手前にガラスがあって方角は北向きですね。この状態でまっすぐ降りていってまずは右上から置いていきます。まずはここから1,2,3,4と置いてここは壊す。あとはここから1,2,3これで1箇所 OK。 次は90度向きを変えて今度はここから同じように置いていきます。はい、こんな感じ。あとは同じ要領で残り2箇所置いていってください。はい、この形で置けていれば OK です。次は粘着ピストン不等化ブロック的ブロックをこのように設置します。ここで使うのは粘着ピストンです。間違わないようにしてくださいね。まずは粘着ピストンをこの位置にこの向きでポン。次は粘着ピストンの前に不等化ブロック、粘着ピストンの後ろには的ブロックを設置します。こんな感じですね。あとは同じ要領で残り3箇所にも置いていってください。置けたら中央に 2×2 の穴がある状態になるので確認しておいてくださいね。次はシルバーフィッシュのはみ出し対策にマグマブロックをこのように設置します。まずは的ブロックの間をつなぐようにこのようにぐるっと置いていきましょう。ここまでできたら的ブロックの上にもポン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 と置いてください。次は粘着ピストンレッドストーンブロックをこのように設置します。ここも向きが重要なので必ず先に向きを確認してくださいね。でまずは向きを確認。下にガラスがあり方角は北向きです。この状態で右奥の位置に移動してこの位置を1、2と壊したら上を見上げながら下向きに粘着ピストンを設置。この位置ですね。できたら粘着ピストンの下にレッドストーンブロックを置いてレッドストーンブロックの下は埋めないように気をつけながらここだけ埋めてください。次はこのようにダストで信号をつないでいきます。ダストはこのレッドストーンブロックの横からこのようにつないで伸ばしていってこの的ブロックのところまで置きます。
次はこの位置からダストを置いていって、この的ブロックのところまでつなぎましょう。つなぎ終えると真ん中の穴が塞がった状態になるので、こちらも確認しておいてください。次はこのように不透過ブロックを置いていきます。置き始める位置は先ほど置いたこの粘着ピストンの側面から、ここから壁に沿ってぐるーっと置いていってください。ではここで動作テストです。この粘着ピストンの上に一旦レバーを取り付けて、オンにしたら中央の穴が開き、オフにしたら閉じるので確認しておいてください。このように動いていれば OK。 確認が終わったらレバーは取り外しておきましょう。これでシルバーフィッシュを穴に落とす仕組みは完成。次はピストラ部分を作っていきましょう。ではピストンを風車型にこのように設置します。ここで置くのは通常のピストンです。ピストンを置く位置はこの粘着ピストンの伸びた部分の左、ここにこの向きでポン、こんな感じです。あとは同じ要領でポンポンポンと置いてください。このように置けていれば OK です。次はピストンの背面に的ブロックを置き、中央を除いた隙間を不透過ブロックで埋めていきます。まずは各ピストンの背面に的ブロックをポン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 と置いたら、まずは的ブロックをつなぐような形で不透過ブロックを置いて、さらに1マス内側もこんな感じで隙間を埋めていってください。次は回路です。リピーターダストをこのように設置します。リピーターの向きはこちら、向きに注意です。ではリピーターから置いていきます。置く位置は的ブロックやマグマブロックを基準に、この位置にこの向きで設置、この位置関係ですね。あとは残り3箇所同じように置いていってください。リピーターが置けたら次はダストです。リピーターをつなぐようにこんな感じでダストを置いていってください。次はディスペンサー、的ブロック、ホッパー、ガラスをこのように設置します。ディスペンサーとドロッパーを間違わないように注意するのと、方向の確認をしっかり行うようにしてくださいね。まずはプレイヤーの向きを確認。現在は北向きですね。この状態でディスペンサーはこの位置にこの向きで設置。その右に的ブロックをポン。次にディスペンサー背面にホッパーを横向きで設置。向きを確認しましょう。最後にこの位置のピストンの上に回路干渉を防ぐためのガラスを置いてください。次は不透過ブロックでこのようにピストラの周りを一段高くしていきます。先ほど言ったディスペンサー、的ブロック、ホッパー、ガラス以外の部分にこんな感じで不透過ブロックを置いていってください。置き終えるとこのようになります。確認しておいてくださいね。はい、これでピストラの基本部分は OK。次はアレイのダメージを制御するタイマー回路を組み込んでいきます。ではピストン、不透過ブロック、マグマブロック、レッドストーンブロックをこのように設置します。ここで使うのは通常ピストン、向きはこちらです。まずはピストンをこの位置にこの向きでポン。この位置ですね。次はピストンの前に不透過ブロック、マグマブロック、レッドストーンブロックの順に置いて、こちらに1マス離してピストンをこの向きで設置。位置を確認しておきましょう。次は向かい合わせのホッパーをこの位置に設置します。ホッパーの向きはこちらです。まずはこの位置に仮ブロックを置いて、その側面に向けてホッパーをポン。仮ブロックを壊したら、今度はこちら側からホッパーをポン。このように向かい合わせになっていれば OK です。次はダスト、的ブロックをこのように設置します。まずはダストをこの位置に設置。次は的ブロックをこの位置に設置してください。次は不透過ブロックで回路の置き場をこのように作ります。まずはこのピストンの背面に不透過ブロック、仮ブロックをここに置いて、仮ブロックの上と手前にも不透過ブロックを置いて、仮ブロックを撤去してください。次は回路です。コンパレーター、トーチ、ダストをこのように設置します。コンパレーターの向きはこちらです。まずはこのホッパーの横にこの向きでコンパレーターを設置。トーチはこちら側に回ってこの位置に取り付けます。あとはダストをこの位置に設置しましょう。では一旦動作テストです。このホッパーの中に1スタック64個になる適当なアイテムを20個ほど入れたら、こちらのピストンの上にボタンを取り付けてピストンを動かします。そうすると不透過ブロック、マグマブロック、レッドストーンブロックが右に移動し、少し経つとまた元の位置に押し戻されます。このように動いていれば OK。これでアレイのダメージを制御するタイマー回路は完成。次はピストルの動作を制御するタイマー回路を作っていきましょう。ではまず向かい合わせのホッパーをこの位置に設置します。ホッパーの向きはこちらです。まずはこの位置に仮ブロックを設置。仮ブロックの側面に向けてホッパーを横向きに設置します。次は仮ブロックを撤去して、今度はこちらからホッパーをポン。向かい合わせの状態になったのを確認しておきましょう。次は的ブロック、トーチ、コンパレーターをこのように設置します。コンパレーターの向きはこちらです。
まずはこの位置に的ブロックをポン、側面にトーチを取り付けます。次にこのホッパーの横にこの向きでコンパレーターを設置してください。次は仮ブロックピストンを使ってドロッパーオブザーバーをこの位置に設置します。まずはこの位置から仮ブロックを1、2、3、4、5個積み上げて一番上以外を撤去します。次はしゃがんで下に入り、見上げながらピストン、ドロッパー、オブザーバーの順に置いて、オブザーバーの信号の出口が下にあるのを確認したら、ボタンなどでピストンを動かして下に押し下げます。するとピストラが動作をし始めるので確認しておきましょう。確認できたら仮ブロックとピストンは撤去して OK です。次はトーチ粘着ピストン不等化ブロックをこのように設置します。ここで使うのは粘着ピストンです。まずはこのドロッパーの側面にトーチを取り付けて、仮ブロックをこの位置に置いたら粘着ピストンをこの向きで設置。粘着ピストンが伸びるので伸びた先に不等化ブロックを設置してください。すると回路が切断されてピストラが動作を停止するので、確認できたら仮ブロックを撤去してください。では動作テストです。まずはこのホッパーの中に適当なアイテムを10個入れたらボタンを押してこのピストンを動かします。すると不等化ブロック、マグマブロック、レッドストーンブロックが右に移動し、ピストラが動作を開始。その後3つのブロックが左に戻された後、少しの間ピストラが動作を続けてその後停止。このように動いていれば OK です。これでピストラの動作を制御するタイマー回路の完成。次はスライムモード時にシルバーフィッシュを貯める量を調節するタイマー回路とシルバーフィッシュを落下させる仕組みを組み込んでいきます。ではまずはピストン、レッドストーンブロックをこの位置に設置します。ここで使うのは通常のピストン、向きはこちらです。まずはこの位置にこの向きでピストンを設置。その先にレッドストーンブロックを設置します。次は向かい合わせのホッパーをこの位置に設置します。ホッパーの向きはこちらです。まずはこの位置に仮ブロックをポン。その側面に向けてホッパーを設置。仮ブロックを撤去したら反対側からホッパーをポン。向かい合わせになっていることを確認してください。次は一部ブロックの撤去とガラス不等化ブロックを使って回路の置き場を作ります。まずはこの向かい合わせのホッパーの下のこことここは壊します。次にこのリピーターに向けてしゃがみながらガラスをポン。次はこの不等化ブロックの側面にもガラスをポン。こんな感じです。あとは今置いたガラスの斜め上の位置になるように不等化ブロックをこのように設置してください。ガラスの斜め上に不等化ブロックが来ているのを確認しておきましょう。次はコンパレーター、トーチ、ダストをこのように設置します。コンパレーターの向きはこちらです。まずはこのホッパーの横にこの向きでコンパレーターをポン。次はこちら側に回ってこの位置にトーチを設置。あとはこのガラスの上にダストを置いてください。次はガラス不等化ブロックで回路の置き場をこのように作ります。まずは不等化ブロックをこの位置のダストの上に設置。この位置になりますね。次はこのダストの上にガラス、隣にもガラス。次はこの粘着ピストンの上に不等化ブロック。次はこのガラスの側面に不等化ブロックを設置してください。はい、こんな感じになりますね。次は回路です。トーチ、リピーター、ダストをこのように設置します。リピーターの向きはこちら。すべて遅延マックスにする点に注意です。まずはトーチをこの不等化ブロックの側面に設置。次にダストをここに置いてこの向きでリピーターを設置して遅延マックスにします。次はその先からダストを1、2、3とこのように置いてこちら側にも置きます。あとはこの位置にこの向きでリピーターをポン、遅延をマックスにしておいてください。はい、こんな感じです。次はピストンと不等化ブロックをこのように設置します。ここで使うのは通常のピストン。向きはこちらです。まずはこの位置に仮ブロックを置いてピストンをこの向きで設置。置けたら仮ブロックは撤去してピストンの上に不等化ブロックを設置してください。では動作テストです。このホッパーの中に適当なアイテムを10個入れたらこのボタンを押してピストンを動かします。すると不等化ブロック、マグマブロック、レッドストーンブロックが右に移動しピストラが動作を開始。その後3つのブロックが左に戻された後ピストラの床部分が開閉します。まだモード変更の仕組みを組み込んでいないので不要にピストラの動作がありますがこのように動いていれば OK です。次は不等化ブロックでピストラ周囲の隙間をこのように埋めていきます。不等化ブロックを置く位置がバラバラなのでよく確認しながら置いていってくださいね。では埋めていきます。まずはこの位置、次はこの位置。こことここはレッドストーンブロックが移動してくる空間なのでここには絶対置かないでください。次はこのディスペンサーの上。次はここから1、2、3、4、5、6、7、8個。最後はこことここです。
次はシルバーフィッシュがはみ出した時に登ってこれないように周囲を不透過ブロックで高くします。まずは奥のダストの隣からこのように置いていって、ここまで来たら奥の方に見えるガラスの手前から埋めていきます。次はモード変更の仕組みを組み込んでいきます。ガラス、マットブロック、不透過ブロックをこのように設置します。まずはこのピストンの側面からガラスを1、2、3個。次にマットブロックをこのガラスの上に置きます。次はこの位置からガラスを1、2個曲げて1、2、3、4個置いてドロッパーの隣に不透過ブロックを設置します。次はトーチ、ダストをこのように設置します。まずはこのマットブロックの側面にトーチ、この位置にダスト。次はマットブロック横のこの位置からダストをこのようにつないでいって、この不透過ブロックの上まで置きましょう。次はレッドストーンランプ、レバー、ボタン、ダストを使ってモード切り替えレバーや稼働開始ボタンを作っていきます。まずはレッドストーンランプをこのダストの上にポン。この位置に置けたら上にレバーを取り付けます。次は一旦置いていたこのボタンを撤去して、そこにダストを置き、そのダストに向けてレッドストーンランプを設置。この位置に置けたら上にボタンを設置しておいてください。これで経験値モード、スライムモードの切り替えの仕組みは OK です。次はポーションの経路を作っていきます。次はホッパー、チェスト、ディスペンサーをこのように設置しましょう。まずはこの位置のホッパーの上に下向きホッパーをポン。その上にラージチェストをこのように置きましょう。次はこの位置に仮ブロックを設置して、この向きでディスペンサーを設置。仮ブロックを撤去した後、背面に向けて横向きホッパーをつないだら、ラージテストをこのように設置してください。これでポーションの経路は OK。ではここでこれまでテスト用に短くしていた各タイマー機能を本来の長さにしていきます。まずはこのアレイのダメージ調整用ホッパーの中身は20個から210個へ増やします。次はこのピストラ制御用ホッパー。ここは64個に増やします。次はこのシルバーフィッシュを貯める量の調節用ホッパー。ここも64個に増やしましょう。増やし終えたら動作テストです。まずはこのモード切り替えレバーはオフの経験値モードにして、このボタンを押すと不透過ブロック、マグマブロック、レッドストーンブロックが右に移動し、ピストラが動作を開始。アレイが死なない程度の約1分20秒後、3つのブロックが左に戻された後、約25秒程度ピストラが動作を続けてその後停止。このように動いていれば OK です。次は切り替えレバーをオンにしてスライムモードに切り替えてボタンをオン。透過ブロック、マグマブロック、レッドストーンブロックが右に移動。この時ピストラは稼働しません。シルバーフィッシュが溜まりすぎて重くならない程度の25秒くらい経ったら落下口が開閉。このように動いていれば OK です。次はアレイの設置や装飾を加えていくフェーズに移ります。まずは中央 2×2 の処理層を囲むように不透過ブロックをこのように設置します。このディスペンサーの隣からこんな感じでくるっと設置していってください。次はさらに外側の1マスも埋めていきます。まずはここから不透過ブロックを置いていって、ここはダストがあるので置かずに飛ばします。ここもダストがあるので飛ばして、このラージテストの下の1マス、ここはレッドストーンブロックが移動できるように空間を空けているので、埋めるのはこの上の部分だけ。あとはこのホッパー2つの上とラージテストの下も埋めておきましょう。次は分け潰しのために角4箇所に松明を置いておきます。松明はこことこことこことここです。次は装飾ブロックでチェストやレッドストーンランプの間をこのようにつないでいきます。まずはこのラージテストの横からこんな感じで置いていって、四角になる感じで置いていきましょう。次は不透過ブロック、レール、トロッコをこのように設置します。まずはこの位置に不透過ブロックを置いて、レールを1、2と置いたら、こちらは壊します。次はレールの上にトロッコを置いて、その隣から不透過ブロックをぐるーっとこのように置いていきます。最後にこのマグマブロックの上にも忘れずに1つ置いてください。次は手前の壁を掘り下げて首紐をくくりつけるフェンスを設置します。まずは中に入って180度回転したら、右から1、2、3マス目、ここをこのように2マス掘って、さらにここを1、2、3、4マス掘ります。できたら一番下にフェンスを設置してください。今度は左から1、2マス目のこの位置をまず2マス掘って、さらにここを1、2、3、4マス掘ります。できたら一番下にフェンスを設置してください。次はレッドストーンブロックの上にアレイを固定します。まずは仮ブロックをこのように積み上げていって、深さ5マスの穴を作りましょう。
できたら後で登れるように仮ブロックをこんな感じにつけておきます。次はアレイに首紐をつけた状態で連れてきて、適当なアイテムを持たせたら同じアイテムを穴に投げ入れて、中に入ったらブロックを置いて閉じ込めます。閉じ込めたら先ほど置いたフェンスに首紐をくくりつけてください。はい、これで1体目完了。ではもう1体同じ要領で連れてきて、蓋をしていた部分を壊して穴を作ったら、先ほどと同じアイテムを持たせて下にいるアレイが持っているアイテムを外します。アレイがそれを拾いに入ったら蓋を閉めて閉じ込めて、先ほどとは逆のフェンスに首紐をくくりつけてください。ここまでできたら仮ブロックは撤去して、アレイが持っているアイテムも外しておきましょう。これで常に斜め下に引っ張られている状態なので、この位置に固定されます。次はトライデントを誤ってスライム処理槽へ落としてしまった場合の回収経路も作っておきます。まずはここから数えて1、2、3マス目。ここを1、2、3、4、5、6、7、8、9、10マス掘ったら、次はこちらに2マス掘り進めます。するとスライム処理槽の角の部分に出ますね。次はこの位置から1、2、3、4、5、6と掘って粘着ピストンをこことここに設置。あとは不透過ブロックをこの位置に置いたら上にレバーを取り付けます。処理槽に入るときはこのレバーを操作すれば OK です。では忘れずにレバーを操作して穴を塞いでおきます。できたら分け潰しのために光源を置いておいて、あとはここからはしごをつけて登っていきましょう。最後穴が気になる場合はここにトラップドアを取り付けておくと良いですね。次は中央にガラス、トラップドア、カーペットをこのように設置します。まずはガラスをこことこことここに置いて、ここにはトライデントを投げ入れたり中に入ったりするためにトラップドアを設置します。あとはトロコが目立たなくなるようにカーペットをこんな感じで置いていってください。トライデントを回収するときはこのトラップドアから中に入って回収して、上に上がるときはトロッコに乗った後ジャンプすればこのように地上に戻れます。次はチェスト、ホッパー、ボタン、水バケツ、カーペット、トラップドアを使ってスライムボールを格納できるようにしていきます。まずはチェストをこことここに置いてラージチェストにしたら1、2、3、4、5、6とこのように掘って、この位置も2箇所掘ります。次はこちらに回ってチェストの背面にホッパーをポンポン置けたら上にボタンを置きましょう。次は水をこことここに流して水流を作って、苔カーペットを使って水流の部分を隠していきます。あとトラップドアをこのように置いておきます。次は装飾ブロックで穴を埋めて額縁などで装飾をしていきます。今回はこんな感じで白のコンクリートでぐるっと囲んで、あとは周りと同じ草ブロックで埋めていきます。石レンガももう不要なので撤去しておきましょう。最後に額縁を取り付けてポーションを貼り付けておきます。はい、これで装置は完成。では装置の使い方です。まずはポーションを入れていきましょう。こちらには虫食いのスプラッシュポーション、こちらは寝室のスプラッシュポーションですね。このレバーをオンにするとスライムモード、オフにすると経験値モードです。今回はオフにして経験値モードで使いますね。トラップダウンを開いてトライデントを4分ほど中に入れて、このボタンで稼働開始。この位置にいれば経験値が集められます。なお経験値モードを連続で使用する場合はタイマーを巻き戻すために一度使用したら1分20秒程度は間隔を空けるようにしてくださいね。次はスライムモードの使い方です。まずはトライデントを回収するので、ここから中に入ってトライデントを回収したらトロッコを使って登ります。次にこのレバーをオンにしてスライムモードへ切り替えしたらボタンを押して稼働開始。ある程度シルバーフィッシュが溜まった後、処理槽へ落とされて処理されます。手に入ったスライムボールはこのチェストに入ってくるので確認しておきましょう。もしトライデントを回収せずにスライムモードで稼働してしまい、トライデントが落ちてしまった場合は、ここから下に降りてレバーを操作してあげたら、ここからしゃがむとこんな感じで中に入れるので、素早く回収して再度しゃがんで戻ります。回収し終えたら必ず穴を塞いでおきましょう。次に各タイマー機能の調整方法についてです。調整したい場合はここから中に入り、回路側に降ります。まずすぐ目の前のこのホッパーはアレイのダメージ調整用のホッパーです。アイテム1個あたり 0.4 秒で、現在は210個で約1分24秒前後の長さになっています。アレイは1分40秒程度で倒れてしまうので、これ以上は増やさない方がいいですね。短くしたい場合のみ減らして調整してください。次はこちら側のこの奥のホッパー、こちらはアレイのダメージを停止してからどのくらい長くピストラが動き続けるかを調整できます。アイテム1個あたり 0.4 秒で、現在64個入っている
るので約26秒ですね。シルバーフィッシュを全部倒しきれるように長めにしてありますので、もう少し短くても大丈夫かなと思う場合は減らしてもらえれば OK です。次はこちらに回ってこのホッパー。このホッパーはスライムモード時のアレへのダメージの長さ、つまりどのくらいシルバーフィッシュを貯めておくかの調整用となります。アイテム1個あたり 0.4 秒で現在64個入っているので約26秒ですね。スイッチやタブレットの場合でも重くなりすぎない程度にしてありますが、これでも重すぎるという場合は減らして調整してください。逆にゲーミング PC など処理能力が高いハードの場合はもう少し増やしてもいいかもしれません。ここを増やすことでスライムボールの入手量が2倍3倍と跳ね上がりますが、あまり増やしすぎると弾け飛ぶ力が強すぎてこのように地中にめり込んだり、もしくはマイクラが落ちたりするかもしれないので、やりすぎない程度に調整してくださいね。はい、今回は虫食いと進出のポーションだけで動く切り替え型シルバーフィッシュ経験値トラップを紹介させていただきました。高評価、チャンネル登録で応援よろしくお願いいたします。田んぼでした。ではまた。